ノズアップさて前回はチャーリーさんの目標を聞かせていただいたんですけれども、今回はじゃあそれに対してアドバイスをしていこうと、なるほど。食べられるものを探してみたいと思います。まずはノズさんの実績紹介をいただいてチャーリーの今までとチャーリーの食生活、そして最後にノズの金言を。金言ははい。あとノズさんの BMI が35から22まで下がったと。やべえな。すごいね。すごい下がり方をやべえやつだな。やべえやつだね。対してですね、チャーリーさんの今までを紹介しますと、こちらですね、肥満1度というところになっておりまして、現状変化はしていないと。ただもしかしたら肥満2度になるかもしれない。2度になるかもね。毎回なんか俺の体重オチに使われるのがとても寂しいんだけど。それに比べチャーリーさんはですね。それに対してチャーリーさんはこういうコメントを残しております。食事量は普通で運動はしない。じゃあ肥満にならないんじゃないのって思ったので、推定エネルギー必要量というものをちょっと算出して実際に測ってみました。測ってみた。その結果がこちらですね。チャーリーさんは1日2食に変えたということで、なんと1週間平均が2644キロカロリーで、チャーリーさんの今までの3498キロカロリーよりも低いということが分かったので、つまり結論としては、あなた痩せます。痩せます。本当か？でもねが今回のテーマになっております。でもね。今まではですね、カロリーの話をしていたんですけれども、今度は栄養素バランスに注目してみよう。タンパク質と脂質と炭水化物に分けて先ほどの計算し直しました。素晴らしい。厚生労働省が出しているのを基準にして計算をし直しております。さてチャーリーさんはどうだったかというと、こうなってました。簡単に言うと炭水化物が多めで脂質は低めとそうなんだ。いう結果が出ました。なので炭水化物の割合をもう少し減らしたらいいんじゃないのっていうのが一個の提案ですね。それはちょっと人生からなんかもう楽しみを奪われるいや、ご飯とかうどんとかラーメンとかはそれは難しいですね。割合を減らしましょうだからね。他のものに変える。ちょっと炭水化物が多めですね。いや、絶対もっと食ってるんじゃないかな。実は。どういうこと？もっとうどん好きですよね。好きです。この時そうね、レコーディングした時はそんなに大盛りにはしてなかったんで、今大盛りにもしてるんだとしたら炭水化物はもっと上に来てる可能性はちょっとある。レコーディングの時に麺類はありましたっけ？ラーメン2回食べたことはあったけど、大盛りしてるんじゃない？大盛り無料なんであそこは。いや、出たよ、大盛り無料。ドケチ工場出ましたよ。その時はラーメン2食とお茶を2リットル。本当にこれだけなの？だからなんか今そうやってみると、その日ってそれしか食ってないのじゃん。いや、それしか食ってない。だってこれだけだよ。俺の中のラーメンはそんななんかあれだよとかじゃなくて、すごいさっぱりしてる方のラーメンだ。そこまで悪いはずではない。いや、それはあなたの思い込みです。あなたの感想です、それは。あと例えばこの1日の2食としては、とんかつ弁当とタラと野菜の黒ツアー、ご飯は大盛りだけど、それを食べたっていうのはね、間食としてフレンチトーストと塩バターロールと、いや、炭水化物多いじゃん。これを間食と捉えるのか1食と捉えるのかっていうところがちょっと2食の日もあれば3食もうあるね。2食と3食がどうする？同じ数ぐらいかな。それで炭水化物が多くなる傾向はありますけど。まあでも摂取カロリーとしては、そうするとやっぱり赤い線、チャーリーのデップラインより下に行ってれば痩せるはずなんですよ。これはもう確実なことなんです。そうだよね。それが今起こってないってことは、明らかにこのレコーディングした時よりは食べてるって話になるのは確実なんだと思うんだけどね。データからはそれしかいけないんだけど。その1週間後どうだったの？結局そのレコーディングした後も、じゃあ大体レコーディングと同じぐらい。同じぐらいかちょい上ぐらいじゃないですか。ちょい上っていうのはさ、が起こってると思うね。計算が全部バランス全部下回ってないといけないんだよね。レコーディング中やっぱりさ、やっぱり痩せようっていう意識が働くじゃないですか。でやっぱりレコーディングしなくなるとやっぱりちょっと 1.1 倍ぐらい足りますよ。
とやっぱあの線通りに取ってるからそれは痩せないっていうかまあ現状維持よねっていうまあそうね至極単純なそうであとしかも超えてる場合もあるからするとまあ一応バランスで考えてますでバランスで考えるともう一個、まあ、一応脂質もう少し詳しく見ていくとこんな感じで一応ノズさんが言うには脂質は45ぐらい40から50ぐらいにしようっていうふうに言ってたんですけど、この1週間はどうだったかというとこうですね多いじゃん。ノズ先生から見ると明らかに超えてると要改善超えてるね多いじゃん。さっき割合では低かったんだけど、うん絶対値の摂取量で見ると推定必要量の間には入ってるノズ先生の話だとノズ先生の基準では要改善、要改善だねちょっとこれは後でちょっとおすすめの食べ物を教えていただわきかりましたで他のやつですねタンパク質もやっぱ60より取ってた方がいいんじゃないのっていうのがノズ先生のそうですねで一応国としては65を一応推奨してますで本当の必要量はここだというふうに言われてますがチャーリーさんはこんな感じまあいいまあノズ基準から見るとまあギリギリのところ、まあ、タンパク質は積極的に取っていきましょうよっていう私は聞いてるんですとにかくですねチリちゃんまずどうする即効性で痩せるのは炭水化物を抜いちゃうのが一番痩せますこれ一番早いただじゃあ我ちゃん抜けないというあなたのために夜だけ抜きません以上ですじゃあノズ先生のおすすめのおすすめヨーグルトですギリシャ風なのちょっと硬いヨーグルトねあれは脂質がもうほとんどなくてタンパク質が多いんですよへえそうなんだ高いんですけど。そういうこと言うだからそダイエットはは節約にはならないってことです節約したいんだったら食べなきゃいいんだよそう確かにそもそも食べなければいいからから金かからないんだようんでパン食べたいんだったらイングリッシュマフィンですほうパンの中では意外と脂質とかメザルが少ないんですよこれパンっていうのはバターとかなんとか使うから、菓子パンはもう大敵ですよ菓子パンはね砂糖と脂質の塊なんであんまり食わない方がいいですパンはそんなにあの時食ってたけど塩バターロール塩バターだからそんなダメ塩バターロールなんてもう大敵だねあれ塩バターロール食うんだったらイングリッシュマフィン食べてくださいあとそれからそうだ食べる順番っていうのが大事で GI 値を上げちゃダメなんだほうほう GI 値？ GI 値って血糖値が上がっちゃうやつねうん。 GI 値を上げないために麺類食べたいんだよそばおそばそばはいいんだそば GI 値が低いってくるみそばは長野の。くるみが入ってくるとあれ変わっちゃう？まあだからあんまりそういうなんだろうそんなにいっぱいつけないでほしいな大好きなのくるみそば。まあいいんだあそこけど好き草だけど笛さんで。いやいいんだけど毎日草笛行かないでしょね草笛美味しいでも僕はとろろの方が好きだまあいいんだよだから今ダイエットだから草笛にそば食いに行きましょうって楽しい企画の話じゃないからだからもう一回ね酢うどんみたいなのがやっぱり一番いい。だからうどんじゃなくてそばだよあと豆腐かな豆腐はいいんだ豆腐はタンパク質の方が大事です脂質で言うならばいい脂質は取った方がいいですよ一応資料一部用意してますけどおその脂肪の中にも必須脂肪酸っていう体で人間の体で作れない脂肪酸の種類があってこれは取ってくださいって逆に言われてるんですね一応日本で言われてるのはこの N 酸系の脂肪酸いわゆるオメガ3とかってうん。聞くかな最近とかオメガ6ですね N6 系の脂肪酸は取りましょうというふうに言われてましてそれが多く含まれているのが青魚大豆油ごま油とかくるみとくるみもいいみたいなあ、くるみいいんだ。じゃあくるみそばいいね。じゃあ草笛だ。草笛行こでもお肉食べたいよねチリちゃんね胸からですよ冷凍食品じゃないそれこれはいいんですよ胸からいいんだう。出た胸から。あれうまかったね。でしょだからね。あれとご飯で全然いい。だからご飯ダメなんだってそっか。炭水化物はあとはねベタですけどサラダチキンですサラダチキンはタンパク質が多い脂質が少ないへえそうなんだ鶏の胸肉あれいろんな味が出てるけどどれでも大丈夫どれでもいいですよ私はほらこのハーブの味とかああいうのが好きかな食べたことあるないです。あないんだなぜだと思う？高いから。どうします痩せたいですかそれとも私これ前もなんか聞いた気がしますがじゃああなたの理想は何ですか金をかけずに痩せることそれ。ですよねそれ。そうですよねあとスープはいいんですよ全体的に
スープは腹くくれるから。わかるわかる。スープは取るようにしてる。今まではカツ丼今まで大盛りにしてた。はいでカツ丼大盛りやめてカツ丼と豚汁とか。一番アウトですよ。アウトなのそれ。ちょっと待ってください。豚汁です。豚汁って油なんだから。汁物は最近話は戻るけど、汁物味噌汁とか。どういう味噌汁ですか？豚汁じゃないですよね。豚汁も飲むし、お弁当を買わなきゃいけない時とかはお弁当と豚汁とか。お弁当豚汁になってんじゃん。普通の味噌汁だよね。豚汁っていうこうなんかカップのが100円ぐらいであるじゃん。あるね。豚汁とかあるけど豚汁にしない方がやっぱり豚の脂があるので。豚汁以外の種類もあるんですよ。もちろん味噌汁あるよね。例えば味噌汁とかだからしじみ汁とかそうあさりとか。それできれば長ネギとかさ豆腐とかさ、そっちの味噌汁にした方があれそっか。まあカツ丼食べるんだったらね入ってるけどステーキ食べなさい。ほう。赤身のステーキ。赤身か。赤身か。ほらあなた赤身嫌がるでしょ。油が欲しくなるでしょ。赤身のステーキってご飯控えるんです。柔らかいの食べたいのよステーキやったら。ハラミだって柔らかくて美味しいよ。柔らかいのはサラダチキンじゃない。そうね。サラチキン。ステーキの枠外さんで。あとあれだね。焼き鳥の塩。意外と塩美味しいよね。ネギマとかね。あとね、お菓子を食べたい。完食したいんだよ。和菓子です。あんこ系ね。これ脂質少ないんで。大福は大福はまあいいんじゃない？大福まんじゅう。大福食えるよ。大福食えるよ。前やってたらどうしても甘いもの食べたいって言って冷凍のマンゴー。なるほどね。冷凍のフルーツ、カットフルーツね。であれはいいよ。夏とかアイス代わりになるし。あれがいいよ。完食するんだったらナッツ、無塩のナッツね。確かにナッツね。ナッツはねサラダチキンは結構躊躇するんだけど、ナッツはねパウチとかあるやん。だから結構食事前にナッツはねマジで真剣に考えてるとこだった。ナッツの難点が高いんだよ。お値段が。そこはねそこのお金はなんかかけてもいいかなと思ってまだねサラダチキン食いたくないだけなんじゃないの？違うサラダチキンはいやどう？サラダチキンはあれ1個じゃ足んないなと思う。あれ1個で終わりなんだって足んないなじゃなくて。あれに金かけてもなんか俺にはなんかメリットがない。あれでなんか食べ始めることで痩せるってのは分かるんだけど、あれで食べ終わってもまだ物足らないなまた次行っちゃうなみたいな、そういうのが。あとさどの商品にも裏に書いてあるじゃん。脂質がいくつとか、あれを見て買うような習慣をつけた方がいいよ。だから俺よく探すの。買う目安とかなんかあるの？だからその脂質だったら例えば1食で 15g を超えないようにしてるのね。その時はカロリーは見ないの？カロリーも見るよ。1食だから夜だったら500を超えないようにとか。なるほど。昼はでも取るよカロリー。全部500超えないようにだと1500いかないんで、それはちょっと取らなすぎなんで。豚汁飲ませてよ。違う。長ネギの味噌汁、豆腐の味噌汁、もうカツ丼もダメ。もうカツ丼禁止。カツ丼食わせてよ。カツ丼食わせてください。カツ丼なんて絶対食わなかった。じゃあカツ丼食いたいんだったらカツ丼と豚汁食わせてください。おすすめ次親子丼。カツ丼と親子丼だったら親子丼は運転の差があるから親子丼にしな。ご飯大盛りにしちゃダメだよ。夜はもうサラダチキンと野菜とスープにしよう。ダメ？それを1ヶ月やったら劇的に痩せると思う。それだけで。夜を毎日それにした。サラダチキンとうどん？俺うどんって言ってないよ。待って。願望が出ちゃった。願望が。俺痩せたいんだよね。ちょっとごめん。違う、俺が求めてる痩せたいは運動はしないよ、食事制限もそんなにしないよっていう痩せ方。もう食事制限しないんだったらもう痩せてるはずないよね。だから何回も言ってんだけど、ちょっともう怒ってるよみんな。もうここだったら絶対痩せてるはずなのよね。100日経ってれば84キロとかにいってるはずなんだから、計算上は。でも今変化がないどころか増えてるからね。91カロリー以上取ってるのは確かなんだよね。もうそれはもうおかしいね。ちんちゃん悪い。この指導を受け入れないと痩せない。
まあ少なくともこのレコーディングダイエットの時ぐらいのカロリー摂取量に抑えてほしいってところね。3ヶ月後に82になってるはずなんで、僕の計算上では。年度末でいいかな、じゃあ次のあれ年度末3 3月ね月そうだ31ね。日かな3月82ね31とか、まあそのぐらいの時に、何キロ82そこは無理だろ、3ヶ月ほらねでも3ヶ月で82は無理だろ。計算上83まで100日経てば痩せるっていう。じゃあ3ヶ月でいやだから86キロを下回らなかったら俺が謝罪する。なるほどなるほど。3月31日までにはい。いや85にしよう86を86以上だったら俺が謝る。なるほど。86以上か今91なんだもん。でもさ理論値からいくつそうね。そうだね。あそうか今91だから今91ね。じゃあ分かったじゃあそしたら俺謝るよマジで最後にちょっとじゃあ宣言してもらう。あちょっと86キロを 6.0 キロを下回らなければ4月以降に私は謝罪をいたしまいやす。謝罪じゃなくて下回んなかったら私の指導すべて受け入れますかこれそう別に謝りはいらないんだよ別になんでそんな別にいや別にそれ怖くない？私の指導を全て受け入れますか？いやじゃあ全てじゃなくていいよ全てじゃなくていいけど受け入れられないよ、そんなアパートじゃ。下回らなかったら半年カツ丼禁止でどうですかおー。これちょっといいよいいかもしれない、そういうの。ちょっといいでしょいいですよ。カツ丼とラーメンにする2つにする。ラーメンはやめてよ、ラーメンは。野田さん、ちょっと究極の選択を質問したいんだけど、親子丼ご飯大盛りとカツ丼プラス豚汁行くならどっち？俺が行くならなんか親子丼盛り親子丼大盛り。じゃあもうじゃあさ親子丼で大盛りしないでよだから親子丼大盛りから始めていってその後3ヶ月後お楽しみにお楽しみに。